はいどうも皆さんおはようございます。私です。今日はですね原宿駅に来てます。サムネイルとかね見て分かってるかと思うんですけども、今日はコンバースアディクトの、レザーのハイカットが久々に10年ぶりぐらいかな復刻する予定なので、それのね並びに来てます。今履いているのもこの間春に出たコンバースアディクト黒キャンバスなんですけれども、これのね履き心地がすごく良くて気に入っているので、その時にもね黒レザーいつ復刻するのかなとか気になってたんですけども、いよいよこの秋に復刻するということでゲットできないかチャレンジしていこうかなと思ってます。コンバースのショップがね11時開店なんですけれども、私はね2時間前に来ています。ちょっとどれぐらい並んでいるか店舗の前に行ってみようかなと思います。コンバースの店舗前に来ました。まだね並んでる方1人しかいらっしゃらないので在庫でついていこうと思います。これは無事買えそうな気がします。無事に買えました。やったー。2番目に並んでればさすがに買えますよね。レザーもね別に固めとかいうこともないので、サイズ感変えたりする必要はないかなと思います。もしね硬かったら、サイズアップとかしなきゃいけないかなとか思って一応試着もさせていただいたんですけども、問題なかったので、すぐに、今日履いているこれと同じサイズにしました。ということで、無事に買えたので、この後はねちょっとどっかゆっくりできるところで現物をちょっと見ていこうかなと思います。はい、買ってきました。箱はねいつものアディクトの同じ箱になってますね。早速中身を見てみようと思います。よいしょ。特に何か大きく変わりがあるような感じはしないですね。よいしょ。ババーン。これが今回発売されたコンバースアディクトレザーハイカットになります。すごいですね。めちゃくちゃかっこいい。なんか傷個体差かな、ちょっと傷っぽいのが、この辺は革独特の風合いがあるのでしょうがないのかなと思いますね。履いてるうちに、傷とかもついていくのかなと思いますけど、多分ねこれは製造過程のノリな気がしますね。ちょっとカリカリすれば取れそうな気がしますけれども、そんなに目立たないかな、大丈夫かなと思います。はい、両足出してみました。こんな感じになります。めちゃくちゃかっこいい。レザーパッチがこんな感じになってますね。ちょっと脂肪感のある革になってますね。ステッチが白で、トゥーの感じはねやっぱり隙間がある感じですね。でシューレースはちょっと張り感のあるロー引きっぽいコットンシューレースになってるのかな。早速私の今履いてるキャンバスと比べてみようかなと思います。はい、私が今履いているキャンバスと比べるとこんな感じですね。どうかな、ちょっと分かりにくいか。左右でやった方がいいかな。こんな感じですね。ほぼ形は一緒ですね。ステッチの色とかも一緒なんですけれども、やっぱり素材感が違っているのでその違いが現れてますね。で特に白い替え紐がついているっていうわけでもないので、これはね黒のシューレースで履いていくものなのかなと思います。人によってはこれ白に変えちゃってもいいのかなとは思うんですけども、その辺はちょっと後で着画を取るので、その時にこの紐を変えて試してみようかなと思います。で靴裏はこんな感じでビブラムソールになっていて、かかとのタグはこんな感じになってますね。やっぱりレザーのコンバースかっこいいですね。ずっと欲しかったアイテムなので、ようやく10年ぶりぐらいに復刻してくれてすごく良かったなと思ってます。これはね後で着画を取って見ていこうかなと思います。はい、で先ほど触れ忘れちゃったんですけれども、2008年に発売されたコンバースアディクトの黒レザーに比べてちょっとね仕様が違う点があるんですよね。それがこのライニングの色になります。わかりますかね。ここがね黒のキャンバスになってるんですよね。2008年のモデルはここがねきなり色だったと思うので、その点が違う点なのかなと思います。ここもね、黒になっているのでちょっと違うポイントかなと思います。それ以外に関しては、ステッチもちゃんと白になってますし、違いはあんまりないのかなという感じなので、今回ね白紐もついてなくて黒紐だけなので、そこはちょっと何て言うのかな、
差別化を図ったポイントなのかなと思ってます。2008年モデルと全く一緒ではないですよってとこは、注意が必要なのかなと思ってます。それはね、履いてしまったら分かりにくいポイントだと思うので、気になる方はこの紐をね、白に変えてあげるとかしてあげればいいのかなと思います。なので今からちょっと着画を紐を変えて取っていこうと思います。はい、履いてみました。今日はね、やっぱりコンバースといえばという感じでインディゴのデニムに合わせてみました。どうでしょうか。こっち側は、ロールアップをして、こっち側はねクシュクシュっと溜めた感じで履いています。皆さんはどんな感じで履きたいとかありますかね。私はどっちがいいかな。普通にロールアップちょっとだけめくって履いてあげるのが一番それっぽい感じがするかなと思います。で、履き心地に関してはすごくふかふかですね。やっぱりアディクトということもあってインソールとか、こだわって作っているので、キャンバスと同じ感じで履き心地はすごくいいと思います。で、革も先ほどお伝えした通り、柔らかめの革なので最初から靴ずれしちゃうとかそういうことはないのかなと思います。蒸れるかどうかっていうことをね心配している方もいらっしゃったんですけど、やっぱりキャンバスに比べれば多少蒸れはあるのかなと思いますね。でもそんなに厚手の革を使っているわけでもないので、これから寒くなるのでその蒸れとかに関してはそこまで気にしなくてもいいんじゃないのかなと思っています。で、やっぱり気になったのはこの靴紐ですよね。黒なんで少しシックにまとまっていて、普通のコンバースとは違う感じが出ているのかなと思います。私はやっぱり白紐の方がよりナチュラルなコンバースっていう感じがするのかなと思うので、この後はね白い紐に変えて履いてあげようかなと思ってます。じゃあ次見ていきます。はい、白い紐に変えて履いてみました。どうでしょうか。やっぱりこっちの方がしっくりくるなという気がします。で、右足はちょっと細めの CT70 の細紐に変えてみました。で、左足は、コンバースアディクトキャンバスの方から取ってきたちょっと太めの紐になってます。その違いもね見てもらって、どっちが好みかなっていうのも比べていただければいいかなと思います。ちょっと一周してみましょうか。黒いレーザーで白い紐っていうのがね一番定番な気はしますよね。これが履いていくうちにどういう味が出ていくのかっていうのも楽しみになるのかなと思います。やっぱりこうやって見てみてもね、私は白い紐の方がしっくりくるので、別途白い紐を購入して付け替えてあげようかなと思います。太さに関してはね、やっぱりヴィンテージっぽい感じで細い紐にしようかなとちょっと思ってますね。その辺のアレンジはねみんな各々あると思うので、ちょっと私のこの動画を参考にどういう紐がいいかなっていうのを検討してみていただければいいかなと思います。ちょっと分かりやすいようにね写真もこの後並べておくので、好みのシューレース見つけて皆さんもこのコンバースアディクトレザーハイカットの復刻を楽しんでいければいいかなと思います。はい、どうでしたでしょうか。今日ね一日いろいろと見てもらって、このコンバースアディクトいいシューズだっていうことが分かったんじゃないのかなと思います。これね一足36,300円もしちゃって、すっごいお高いなと思って、それで躊躇してる方もね結構いっぱいいると思うんですけれども、見ていただいた通り満足のいくクオリティの靴だと思うので、17年ぶりの復刻ということもありますし、今手に入れておかないと今後ね絶対手に入れられなくなって、どんどんプレネとかも上がっちゃうと思うので、悩んでいるぐらいだったらとりあえず買っちゃうっていうのが私はね正解だと思ってます。間違いのない一足なので、もうねお金のことはね後からどうにでもなると思います。とりあえず手に入れられるんだったら手に入れちゃう、買っちゃった方が間違いない一足なんじゃないのかなと思います。これね店頭販売が10月10日にあったんですけれども、オンライン販売は10月14日にあるので、まだね手に入れられてなくて買おうかどうか悩んでる方だったり、地方でねなかなか店舗に買いに行くことができないっていう方はオンライン販売をチャレンジしてみてください。間違いなくね後悔のない一足になると思うので、私は断然おすすめします。ということで今日はコンバースアディクトレザーハイカットブラックの、復刻販売に行ってきましたよっていう動画でした。結構長々とねあったと思うんですけども、いろいろ見てもらってありがとうございます。また何かありましたらどんどん動画投稿していこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。